関野義治です、グレージャーニーをもう一度18回目になりました。今回は初めて、ゲストをお迎えしています。ゲストは服部文章さんです。服部文章さんは、学生時代からオールラウンドでハイレベルな登山を実行してきました。そして1996年には難しい、K2 にも登山しています。国内でも剣岳とか黒部で、何本かの初登山をしています。その後1999年からサバイバル登山っていうのを始めます。サバイバル登山っていうのは長期参考には食料とか装備とかを徹底的にコンパクトにする登山のやり方で、食料なんかは最初は魚ばかり取ってたんですけど、やがて鉄砲を持って食料を獲得しながら登山をするという手法を始めています。いろんな本を書いてるんですけども、私が印象的だったのはサバイバルっていう本で、サブトイトルが人はズルしないで生きていけるのかっていう本を書いています。それが、登山をするには山に対して、フェアでありたいっていう、いろんなそういう哲学的なことを言ってるんですけども、服部文章さんとは、長い付き合いなんですけども、私も彼の著作を新聞の書評に書いたり、あるいは私が映画のパンフレットの原稿を書いてもらったり、映画上映後にトークをする、その時に相手として服部文章さんをお迎えしたりしていました。今回は町原画っていう、アマゾンの先住民の話になります。でその町原画に対して服部文章さんは、彼らかっこいいって言ってるんですね。っていうのは本当に、食料も装備も徹底的に削いで、生きているんですね。で例えば彼らをナイフ1本持って熱帯雨林の中に放り出しても、その住む家から着てるものから、あるいは食料、例えば動物取るにしても魚取るにしても弓矢を自分で作って、そして、魚動物を取ってしまうんですね。必要なものを全て自然から取ってきて自分で作ってしまう、それほど徹底したサバイバルをしています。今回はもう彼以外にないだろうと思って、今回のゲストに来てもらいました。ゲストは服部文章さん。こんにちは。サバイバル登山で有名な。はい。はい。で今日は映像を見ながら、はい、最初は私が説明しますので、はい、あとゆっくり、はい、話をしていきましょう。はい。自給自足系の民族にはすごく興味があるんで楽しみです。自給自足を超えてますからね。もう本当すごいですよね。はい、じゃあ最初、そうですね。早速行きましょうか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これがパンチャコーヤつって、はい、ペルーアマゾンでも米軍の航空地図あるじゃん、あれでもレリーフデータインコンプリートつって、地図の空白地帯、白いですか？白いですよ。ここにはいろんな不思議があって、その地図の空白地帯だけではなくて、そこに先住民で文明人とも接触してない人たちがいるんです。僕が最初に来たのは南米来たのはペルーのアマゾンなんですよ。もう20年以上付き合ってる町原家族の家族がいるんですね。でその人たちにまた今回5年ぶり56年ぶりかな会えるんですけども、そこをもう本当に20何年前からずっと歩いてるんですけども、そこが多分自分自身の全ての旅の原点でもあるし、今回のグレートジャーニーの原点でもあるっていうか、そこに行かなかったら多分医者にもならなかっただろうし、グレートジャーニーもという発想も起こらなかったと思うんですね。でこの地域に50年前にアメリカ人とフランス探検隊が入って行方不明になっちゃって、で僕が入ってってこの彼らの遺品を、こういうのがあるんだって見せられたんですね。で彼ら結局後でゆっくり話すけども、殺されてしまうんですね。で要するに時間をかけないで行ったということが、これ
一番の敗因だと思うんですうんけど、で、ここの町レンガと出会って、それからずっと今まで付き合って、もう50年近くなるんですよ、付き合い。だから1歳の子が今50歳。お50歳にな50年も生きるんですか？もっといきますね。もっと生きる。だから今一番末っ子が50で、もっと上6人男がいて、女2人、兄弟全部生きてますね。結構長生きなんですね。だから幼児死亡率が高いです。だから10歳まで生きれば50、60ぐらい。あとほとんどが感染症。で、彼らの特徴は、まあもうこの時代だんだん変わって、もうこれ付き合ってから25年の映像なので、で最初の頃は本当に全て必要なものは全て自然から素材を取ってきて全部自分たちで作っちゃう。で今回旅を上流に向かうんでいかだを作ろうっていうので、それでバルサ材ですね、模型飛行機なんかで昔使ってた、まあ森で一番硬い木なんで、柔らかい木なんですよ。だから簡単に切れるんですよね。それを切ってで釘を使うんですけど、釘も森で一番硬い木のヤシの幹を。ヤシが硬いですね。でそれで釘刺しにしてくっつけちゃう。まあ今出てきます。これ成長早いんですか、バルサは？すごい早いです。だからやっぱ柔らかくてダメなんですね。軽いですね。で皮がベロンって剥げるので、滑りやすい方がいいので、これ釘で作って、これヤシの幹ですね。非常に硬いです。大体彼らはナイフよりも大きいマチェッテって言うんですけど、山刀が一番使いますね。これで釘刺しにして、でもう木切り始めて 3時間ですね。完成。ただね、こうイカダってさ、ほとんど濡れっぱなしなんですよ。やっぱり乗らなきゃ浮いてるけど、人が乗るとずっと、だからこう台を作って物は濡れないようにしないと、全部イカダそのものはびしょびしょです。これ上に旅しに行こうって頼んだんですか？頼んだっていうかなんですか？いや、俺が行けば上行くって分かってるからみんな待っててくれる。そういう旅みたいなものは好きなんですか？好きじゃないです。好きじゃないけども、いや出不精なんですよ彼ら。だけど一旦説得して、なかなかさ行きたがらないんだけど、一旦行こうっつうともうゾロゾロみんなついてくる。面白いぞって面白い。せーの。ノットン。せーの、ノットン。旅の途中もテントなんか持ってないので、全部木切って小屋を作っちゃう。これカーニャブラボーって、まあ、河原にあるのはカーニャブラボー直訳すると野生のサトウキビですからね。まあ、それに似たやつを切ってこう櫓を、それで、その葉っぱを拭いて、そんで、下は床は大きな葉っぱを敷いていけば30分なくても1時間で、小屋掛けができちゃう。これ骨組みに使ってる紐はどうやってるんですか？なんかその木の皮、ツタ、木の皮も使いますけど、で女の人たちはすぐ鉛筆って鎧なわけですけどね、とか要するに採集ちっちゃい小魚を岩の下に潜んでるんですよ。それを取るんだけど男たちは、釣るんですけどね。釣るっていうのは新しい技術で、
彼らは全部魚取るのも弓矢です。でも入れ食いですよ。これ船にいた魚です。本当だ、こういうか、これです。草魚みたいな顔してます。そうですね。で、まあアマゾンっていうとなんかミルクコーヒー色のと思うけど、これ渓谷なんですよ。だから水は澄んでますね。この水飲んでるんですか、普通に。飲んでますね。関野さんも普通に飲んじゃう。ええ。で、もう条件で上に人がいなければ。だからこの本流は飲まないです。支流はきれいな水。確かに飲めそう。いやでもここでも人いないんで、彼らを目指す人たちだけなので。ただね、やっぱり岩だらけなので、なかなか押し上げないといけないですね。ただやっぱりこれの方が、まあ、重い荷物持って担いでいくより楽なんですよ。で、彼らに物を担いで旅するの大嫌いで、それが嫌で一緒に来たがらない。いや、物背負うのは本当に嫌だ。そう、彼ら普通に荷物持たないんだよ。そうですよね。だからこう中華行く時米をたくさん持ってるんですよ。あ、そっか、米かこれ。米と鍋とみたいな感じで、彼らは全然そういうの使わないですよね。魚取って、山の中たくさんあるんですね。船はなんか岸に上げとくんですか？上げとけば。帰り用に。昔の村が上流にあるんですね。あれ、生きてる。はい。この人はここに住んでたんですか？そう。あ、これもみんな住んでるので。で、ここにまあ付き合ってる母ちゃんがいて。あ、てか、飲むね。てよか、飲んでたきゃだなまな、きばて。これみんな息子たち。これが末っ子ですね。末っ子のゴロゴロ。いくらでも。この辺のこれワールド大金なんですけどね。これ来たネズミ。そう。一番ね、アマゾンで誰に聞いても一番うまい肉はってこれパカっていうね。ネズミがね食いやすい。このパンチャコーヤって言うんですよ。で、この地域マチュピチュとクスコってインカ帝国首都なんですね。こう100何十キロなんですね。だから近いでしょ。近いですね。アンデスの東斜面っていうか、で標高が彼ら1000メートルぐらいのところですね。山のてっぺんによそ者に嫌ってるんですよ。やっぱり僕の別荘もちょうど1000メートルです。あ、本当。よそ者嫌ってます。で、そういうところに住んでいて、で本当に面白いのはよそ者嫌ってて、自分たちが見つからないように、昔、今は違うけど、村の入り口、河原から上がっていく入り口がカッティングがあると見つかっちゃうじゃない。道がある。隠すんですね。石の上行くとか。石の上あるか。よくある基本的なね隠し方ですよね。で、面白いの犬まで真似してる。素晴らしい。素晴らしい。訓練してる。で、だから河原は600メートルぐらいですね。標高。だから結構さ、
上がるんですね。400メートル上がるから、小1時間かかりますよね。だから水浴びするのにそこまで降りるわけで、水汲みはそこで水汲ん水はもうちょっとちっちゃな、小川からね。なるほど。で水浴びって石鹸で洗ってさ、上がってびっしょり汗かいても何のため俺行ったんだっていう感じになるいろんなところに住んでるんです。水浴び好きなんですか？彼ら大好きですね。へえ。じゃあ綺麗好きというかなんというかそういうあれなんですね。綺麗好きですね。で彼ら特殊なんでしょう。で町原画っていうんですけども、5000人いるんですね。でまた違う川筋に、ほとんど文明化されてるっていうか、教会があったり、学校があったりと村がほとんどで、だからほとんどの町がスペイン語の片言、お年寄り以外は、もう学校があるから、でそれに孤立したのが彼ら、私が付き合ってる、町原画で、僕は22の時、なったばかりの時アマゾン行ったから、今70年50年経ってるんですね。で町原画に付き合いになったのは結構2年、それから2年経ってからなんですけども、なんで彼らのとこ行くようになってたかというと、一番最初川下りに行ったんですよ、仲間3人と。で本当は最初にこう河口から一番遠いところから、下ろうっていう、アマゾンってことですね。アマゾンで最長水源っていうやつ、河口から一番遠いところ、アンデスのミスミ山っていう、氷河なる山の絶端が、氷河の一番一つ最初の一つずつが最長水源なんですけども、そこから下ろうとしたんだけど、そこは開けてて面白くないよって言われちゃったんですね、ページ見たら。もっと面白い、じゃあどこが面白いですかっつったら、実は彼らが住んでる方の川だったんですよ。なるほど。でそこを400キロ下ったんです。でその時に、川下りで2日目かな、こう教会のある村にあって、そこの河原でテントあって休んでたんだけど、でそしたらそこでね、なんかヘリコプターとかセスナとかいっぱい飛んでるわけですよ。で神父に「何なのこれ」って言って、我々の手伝ってんだけど、1年前にアメリカ人とフランス人の探検隊が出てって、それで出てこないんだ、その捜索をやってんだ、なんで、なんか面白いとこなんだよここっつって、よくここ、ほとんどその人たちが行く前は、よそ者がほとんど入ったことない、いわゆる、地図もほとんど空白地帯でっていうんでね、面白そうだなと思ったけど、そこには町原画っていうあんまり文明と接触したがらない人たちがいて、もう一つはインカが滅んだ後に貴族たちの一部が逃げてきたところで遺跡があるって言われてるっていうか、それ以外にも町原画とか、もう一つアシャニンカっていう、ほとんど言語が近い人たちがいるんですけど、インカには弓矢を使ってないんですよ。その弓の文化はなかったんですね。だからみんな投石機か殴る道具なんですよ。非常に原始的な武器で戦ってたんですけど、その中にでも弓矢使ってるやつがいるわけですよ。傭兵なんですよ。町原画とそのアシャニンカが傭兵として彼らを使ってた。それだけ近いっていうことなんですね。だから彼らコットンを栽培してますしね。だから土器も作ってますしね、町原画。アマゾンの先住民と言ってる。でインカもいろんなものをアマゾンに必要としてて、例えばコンゴインコとか鳥の羽ですね、きれいなとか装飾品を作るために使ってるし、あと重要なのはコカなんですよ。コカの葉っぱっていうのは宗教的な儀式に必ず必要なので、あと噛むためにも必要ですけど、取引したってことですね。だから交流があったというか、交流があったのと、あと自分たちもそういう、遺跡があるっていうのは一つには確実にあるだろうと思われてるのは、その農業センターみたいのが、あとアマゾンにも進出しようとコスタの担当インカも狙ってたんだけど、あんまりうまくいってないんですよね。そこの前進基地みたいのもあるんじゃないかっていろいろ言われていて、その中で
ロストシティ・オブ・パイチ市っていうのがあって、うん、でそういうインカの貴族たちが逃げて、でそういうロストシティですね、うん、そういうのがあるんじゃないかとも言われていて、うん、で聞いてみると非常に面白いわけですよ、うん、でも俺たちはとにかく川下りしてたんで、うん、それ終わって、でその時は1971年初めてのアマゾンというか初めての海外でこう1年間行ってたんですけども、その面白そうだなと思ったけど、なんかそう物騒だなとも思ってたわけですね、で帰ってきていっぱいいろんな資料いっぱい集めて、もっと面白いとこないかなって集めてきていたんですね、でそれ帰ってきて資料を調べてたら、そこの地域の記事がいっぱい載ってる、いろんなデータが出てきて、そこのことはそのパンチャコヤのことが書いてある、集めてあったんで、よく調べたらめちゃめちゃ面白いことになって、それで同じ3人大学探検部の仲間なんだけど、川下り400キロ下ったけど、一人でできることを徒党組んでやるのあんまり好きじゃない3人だったんで、別々の川下だったんですね、でだからそこで別れちゃったんだけど、で日本帰ってまた行こうぜってでそこに、行こうぜっつって、それで行ったのが最初の町縁がなんですよ、で本当に最初行った時に逃げましたからね、相手町縁が族が村に行って家にもう少しってとこで、パッて出てきて真っ青な顔してさ、パッと森に入ってでも言葉できる人間をガイドとして通訳として連れてったんで、森にあいつら大丈夫だからって説得してもらって、でなんか収まったんです、で僕はそこにやっぱ3人で行ったんだけど、その一回そこに行って帰ってきてどうしようかって、3人で一緒に行動してもなんだよなって、いろんな方向からこのパンチャコヤ攻めようぜって言って、また別れてずっと会わないんですけどで僕は同じあいつらちょっと気に入ってたんですよ、その気があった、最初の気があったというかね、もうちょっと彼らと、他の町縁側とか他の違う先人もいるんですけど、いるって言われてるんですけど、ちょっと彼らと仲良くなって彼らと旅したいと思ったんですよ、で2回目でまた逃げられたっていうのは、その2人の若者を連れてったんですね、それは現地の人ってことですよね。現地1回目は町縁じゃなかったんですけど、町縁じゃなくて1回目はその教会のある村の主要な民族アマラカイレっつって、ただ非常に近いんですね、言語が町縁、ポルトガル語とスペイン語みたいなもので、で彼らは町縁がしゃべるので、一緒についてってもらった。彼らは米仏探検隊のガイドでもあったんですよでいろんな事情が分かって、なるほど、で彼らは奥入っていく時に一緒に行ったんだけど、出会った日の夜にマグネシウムの照明体って強いらしいですね、それで撮影してたって言うんですよそれはひでえなってで1ヶ月で契約切れたから、もう俺たち帰るからお前ら危ないからやめ一緒に帰ろうぜって言ったんだけど、野望たちは行くっつって、で分玉も少しはあったし、それから言葉わかんないからそれ問題ないだろうっつったけど、いや大丈夫とか言ってで行ったままでいなくなっちゃったんですね、2回目に1人で行った時は3ヶ月一緒にいたんで、結構仲良くなって、で他の川行ったりしたんですよ、そういう予備知識的なで、彼らは孤立した人たちだから多分ね、習慣とかもちょっと違うし、だからなんで恐れてるかというと、昔白人がゴム撃のにやってきて、奴隷みたいに扱われたんですよ、捕まえられて、で代々白人とかよそ者は気をつけろって言われてるっていう状態の人たちなんですね。だから一番最初行った時は彼らはほとんどもう外部と接触したくないし、他の民族、そのアマラカイレとかあるんだけど、少なくとも先住民以外に出会ったことがない人たちだったんですよね。それがもうその50年近く経つうちにどんどん変わっていく。それをずっと見てきたんですけど、はい。
でここでちょっと切って切るんですか？別に切んなくてもいいですよ。切んなくて、あ、そうだね。まあ俺聞きたいことがいくつか、というか、まあ、基本的なことなんですけど、はい、まず季節はあるんですか？あります。ってことは雨季と乾季。雨季と乾季、だから、うん、春秋はないっていうか、逆に、あ、そうだね。雨季と乾季っていうものがまあ1年を作るっていうか、その1年っていう概念を持ってるんですか？1年もあるし、一月もあるし、1日もあるし、これ1日は太陽が暦があるんですね。あれ、まあ、その太陽はあるよな、1日は、だから暦はないですよ。暦はない。なんか記録されたものはない、成分化されたものはないけども、頭の中で1日は太陽が出てから沈むまでっていう1日はあるし、1ヶ月は満月から満月が1ヶ月だし、それから寒気の始まりから次の寒気の始まりまでが1年だし、なるほど。だからそういう感覚はある。自分たちの年齢は意識してるんですか？一切なし。なし。もう数字がない。数字がないわけですよね。だからまあ文字もないんですよね。あ、数字はあるよ。数字なんですか？1、2、3がパニロ、ピテにマウア、1、2、3で4がトワイに、5もトワイに、トワイにってたくさんたくさんね。だからそれだから数字はないので、年齢は分かんない、一切。ああ、そうか。そうなんだっけな。あ、そうだ、まあ俺4年ぐらい前から犬と一緒に、まあ、山旅してるんですけど、犬、まあこういうこと言ったら現地の人に失礼かもしれないですけど、犬の感覚と言葉を持たない人たちの感覚っていうのは、もしかして俺たちと言葉を持たない人たちよりも犬と言葉を持たない人たちの感覚が近いのかなみたいな。犬を見てて、犬ってなんか歴がないと未来がないんじゃないかなっていう、遠い未来、まあ遠いっつっても暦がない。暦が関係なくて犬はないよ。全く。犬はないですよね。チンパンジーさんもないんだもん。町言がどうなんですか？将来とか自分があと何年生きるとか、そういうイメージ持ってるんですかね？いや、近いけどもあるけども、ない人もいるんだけどね、アマゾンに。ピダハンって言って、あの本は腰抜かしました。ああいう人たちは特殊な人たちだよね。でも彼らに近いんだよね。だから僕、彼らの挨拶が非常に大好きで、こう、まあ実際に挨拶してたけど、俺が行くじゃん。そして僕会ったら、母ちゃんでも会ったら、アイニョビっていうわけ。アイニョっていうのは、ある。でも物もあるアイニョなんで、いるもそう、あるもいるもそうなんで、だからアイニョっていうのはおるかっていう、美は設備語でお前なんで、お前おるかが挨拶なんですよ。そして向こうがアイニョおるよって返ってくるんだけど、だから関西の儲かってまっかと対極にある挨拶っていうか、今までとどう良くなってるかとか一切関係ない、いるだけでいいんだ。存在してますか？存在してますよっていう。それ大好きで、それはやっぱり幅が狭いんだよね。時間の幅ってことですよね。未来とかがそんな50年後100年後とか考えてねえし、過去も50年後100年後で、まあピダハみたく全くないわけじゃない、全くないっていいよね。全くないって書いてありますよね、本にはね。だからチンパンジーはそうなわけだから、木から落ちても俺たちだったら後悔するわけ。登んなきゃよかったみたいな、あの枝持たなきゃよかった。チンパンジーとかサルは後悔しないらしいんですよ。しないんだ。折れてるのを見てそれを受け入れて前に生きていくっていう。でも成功体験とか失敗体験が残ってくるんじゃないですか。まあそれはだからこれこんなことしたらやばいなってそれはありますよ。であと未来がないんですね、ペダンは。だから不安がないっていう。ねえ。いやまあそうだけど俺なんかは目標を持って生きるっていうことに慣れているんで、それはできないんですよね。そうなんですよね。それで町見学たちが火を起こすとか、まあさっきの魚取るとかやってましたけど、薪を雨季のために薪を集めておこうみたいなのはあるんですか？ないですね。ないですよね。ないっていうか。だから大体そこ23日の薪を取りに行く。23日分ぐらいまではあるんですね。23日っていうかそれ計算してないですね。
1回取れるのが23日分ってことですか？いやじゃなくて、うんそのケースバイケースなんですよ。うんまあその日これからうん燻製を作るっていうと、うん量じゃないんですよ。だから燻製作るんで、うんちょっと多量にし必要な分。ようだな。ああなるほど。ああだからそのいや暦ってものがないから、うんその未来の時間幅っていうものが短いのかなとかいろいろどうなんだろうなって、僕も分かんなくて考えてるところなんですけどだから薪でもさ、うん太い薪と細かい薪がある。うんだから放射状に彼ら薪を3本の3本で、少しずつ寄せていくっていうそうしていくっていうやつで、それだと1回取れば結構そうですよね。 4,5 日ああそんな風にさっきやってましたよね、燻製、その燻製を作ろうとか、さっきの、燻製を作ろうは獲物が取れたらそうするのか。燻製を作ろうっていうのは、やっぱりいっぺんに食べられないっていうあれがあるわけですよ。まあそっか。腐っちゃうっていうのさっきのそのお酒のやつとかで、なんかその1年の決まった日、このぐらいの日に祭りをやろうとかみん一なで切ないんですよ。ないんですか？儀礼がない。やっぱ暦みたいなものだからさっがない。きちょっと違う。だから間違いがその全体からするとあると思うんです。だからさっき言ったように彼ら孤立しちゃってて、そういうのがだから生まれたからって言って別に祝うわけじゃないし、結婚式があるわけじゃないし、本当にないの。で酒を飲む時も、芋がたくさんちょっと余剰ができた時、酒が作れるって言って飲むわけで。誰かが声かけるんですよね。でもね、みんなちょっと酒でも作んねえかみたいな。それはありますね。だから俺が言ったからなるほど。酒飲もうかとか、それはあるんだけど、でもその時に芋の余剰がなければ、芋が酒の原料なんで、なければできないし。あの芋は栽培してるわけじゃないんですよね。栽培です。焼き畑やってるんですよ。焼き畑はやってるんだ。でも焼き畑やってたら遠い未来ありますよね。遠いというか23ヶ月ぐらいはありますよね。その焼き畑をやる人も決まってるんですかね。やらない人っていうかその。やらない人いないですね。やらない人はいないですね。みんなやるんだ。だってもう各自だから。そうなんですか。村でまとめて何かやろうってことはないので。バクを取ってきたら、あれは食い放題じゃないんですか。関係ない人。関係ない人も食い放題です。それ芋はでも作ったら関係ない人は食い放題じゃないんですか。芋は他の家の芋食っちゃいけないんですか。断ればいいですね。断れば食べれる。いや断って、例えば彼後で所有の話するけど、そう所有の話聞きたい。今聞きたい。まあいいや。所有の話ね。まず土地は俺んだとは言わない。これはアメリカインディアンも結構同じで。